こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。メンバーシップの方でも動画を更新しましたので、まだ見てない方はこちらもチェックしてみてください。まず市場に影響ありそうなところでは、ハリス氏が仮想通貨に対して初めて言及したのが話題になってますね。ハリス氏はニューヨークでのイベント時に、私は経済を構築するために労働者、中小企業、創業者や革新者、そして大企業を支援しますと、私たちは協力してアメリカの競争力に投資し、アメリカの未来に投資します。私たちは消費者と投資家を保護しながら、AI やデジタル資産などの革新的な技術を奨励しますと、私たちは一貫性と透明性のあるルールを備えた安全なビジネス環境を作り上げますと語ったとされています。で、このハリス氏の声明に対して、ユニスワップのヘイデン・アダムス氏が引用で反応したことも話題になってますね。ただ具体的な政策が未だ出されてないことも一部で指摘されています。で、今まではトランプ氏が勝てば仮想通貨が有利だけど、ハリス氏が勝ったら仮想通貨市場は絶望的になると言われてきましたけども、先日からこのハリス氏が勝ってもですね、従来のバイデン政権とは違う勝ち切りをするんで、ある程度期待はできるんじゃないかという見解が出始めてきましたね。大統領選の予測は未だハリス氏リードとなってますけども、両者の今後の動きにも注目ですね。あと ETF 関連では先週の仮想通貨系 ETP のフローが出まして、全体でプラス 3.21 億ドルの流入となっています。国別で見ると、スイスからの流入があるのが目立ちますね。要因としては FRB の利下げによる影響が大きいとされています。ただ銘柄別を見ると、イーサは未だ全体でマイナスを記録してしまっているという状況ですね。で、昨日の米国の ETF のフローはですね、現時点では全体で若干のマイナスとなっています。フィデリティから流入があるものの、他がゼロで GPT の流出を相殺しきれてない形になってますね。あとはブラックロック次第ですね。一方、イーサはグレースケールの方からいつも以上の流出が見られまして、全体でマイナス 0.79 億ドルのマイナスとなっています。ETF 立ち上げ当初の7月以来の大きな流出となってますね。香港もいつも通りビットコイン差ともにゼロを記録してます。米国の週間フローが3週連続でプラスとなれるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在 62,800 ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、米 PMI9 月の速報値が出まして、製造業は予想を下回る結果となってるんですけども、非製造業、コンポジットともにですね、予想を上回る結果となってまして、米経済回復示唆の影響かですね、発表直後は米ドル、米金利は上昇しています。米株各指数、あとビットコインは若干上向きになった展開となってますね。米国債には 3.745 を推移しておりまして、ナスダックが 19,852、S&P500 が 5,722、ダウ平均が 42,124、キンゴールドが 2,625 ドル、日経平均が 38,328 円、ドル円が 143.60 円となっています。日経の反発が目立ちますね。個別株の方では、ライオットプラットフォームズのビットファームズ買収騒動が和解合意となっています。ライオットは修正された要求を撤回し、一定の例外を除き、ビットファームズの2026年の年次総会まで慣例的な停止条項を受け入れることに同意したとされています。これまではですね、そのライオットプラットフォームズがビットファームズの株を買って、買収する動きとなってましたけども、ここで和解となってますね。ビットファームズの株価はプラス 2.50% と比較的強くなってます。あとはカナコードがコアサイエンティフィックの目標株価を16ドルに引き上げてまして、買い評価としてます。先日のコアウェブとの12年契約からビットコインマイナーによる初の画期的なメガディールであるとか、ゲームチェンジャーになると評価されてますね。コアサイエンティフィックの株価は 12.5 ドル、プラス 4.26% となってます。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.68%、額としては347億ドル相当、比率とした全体ではショートが 52.5%、バイナス目はロングが 50.8% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日9月24日にオーストラリア中銀政策金利、ドイツの IFO 景況感指数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業指数、9月25日にオーストラリアの CPI、スウェーデンの政策金利、米新築住宅販売件数、9月26日にスイスの中銀政策金利、米実質 GDP 確保値、米新規失業保険申請件数、米中古住宅販売制約指数などが控えています。他アナリストの見解ではですね、先日のブラックロックの IBIT のオプション取引承認によって、ビットコインのボラテリティが高まるんじゃないかとかですね、その円安と金融緩和でリスクオン相場に突入して、ビットコインも上昇する可能性があるとか、あとは FRB 利下げ後ですね、ビットコインと米株、特に SP500 との相関が強まってるんで、ビットコインも強気になる可能性があるというですね、ビットワイズ、ファルコン X らの
レポートが話題になってますね。で、市場全体で見ると、先日の FRB の利下げと日銀の金利据え置きからリスクオン相場への突入が期待されてますけども、ビットコイン単体では分岐点と見られていた64,000を結局超えられずですね、死をまたいだ形となりました。この後取り上げますけども、海外では例年強いと言われている10月への期待からか、アルトの方が今は盛り上がっている印象はありますね。チャートだけ見たら、週足も確定となりまして、上は引き続き64,000のコブを抜けられるかが注目されると思いますが、下を見ると、時間足、週足ともにですね、6万ドルあたりまで余裕があるように見えます。近々では日本時間本日23時にですね、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業指数が同時に発表されますんで、その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2620ドル、BTC だっては 0.0416 と、先週から上向きになってます。先物の方では、OI は全体でプラス 0.77%、額としては121億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.3%、マイナスミはロングが 67.2% と下寄りになっています。イーサはデリバティブの方では、ファンディングレートがプラスに傾いていることから、価格上昇が期待されてまして、オンチェーンの方でも、取引手数料が上昇していることから、イーサのバン量の増加にもつながってまして、ここ最近いい材料が何もなかったんですけど、ようやく反転の兆しが見え始めて、価格にも影響されているといった状況ですね。で、イーサが伸びているせいか、イーサ系のアルトやミームも伸びてますね。ただ ETF の流入が相変わらず寂しい感じになってます。チャートだけ見たら、ドル建て、BTC 建てともにですね、抵抗を抜けているようにも見えますけども、上はドル建てでは次2800ですかね。BTC 建ては 0.046 を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では、ポリマーケットがトークンローンチを検討中で、5000万ドル以上の資金調達を目指しているという話題やですね、米 DTCC が国債のトークン化試験の結果を発表してまして、流動性と担保の最適化が大幅に改善されたという声明を出しています。あとはプルームネットワークが 12.5 億ドル相当の資産のトークン化を発表してたり、オーストラリアが仮想通貨系企業にライセンス取得の義務化を検討していること、あとコインベースの CBBTC がソラナチェーンに上陸することを発表したことなどが話題になってますね。ポリマーケットは現在流行っている予測プラットフォームの中でも知名度あるところなんで、トークンリリースとなるとまた注目が集まりそうではあります。あとコインベースの CBBTC ですね。ラップド BTC のシェアをどこまで奪われるのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。テレグラムの利用規約変更が話題になっています。今後テレグラムは犯罪行為の可能性がある場合には、ユーザーの IP アドレスや電話番号などの情報を司法当局と共有することになるとのことです。テレグラムはこれまでですね、その政府から要請があっても、ユーザー情報を開示しないサービスということで、一定層から支持を集めてきた。悪く言えば、犯罪を助長している。それが今回のドロフと iPhone にもつながるんですけども、今後は政府に協力する方針に変わったようですね。で、これまでの反政府的な思想がですね、そのブロックチェーンと似てるんで、トンとかへの間接的な支持も集まってたと思うんですけども、方針が変わるとなるとですね、そのトンの価格への影響も懸念されてしまうんじゃないのかなと、個人的には思ってしまいましたね。トンの価格は現在 5.5 ドル、BTC 建てはプラス 0.2%、時価総額は10位ですね。トン自体はまだ今のところ単独で弱くなってる印象はないですけども、テレグラム関連のトークンはね、最近上場して話題になってましたけども、トンの今後の展開にも注目ですね。あとはセレスティア財団が1億ドルを調達したのも話題になってます。ベインキャピタルクリプトが主導するラウンドで1億ドルを調達。これで資金調達の総額は 1.55 億ドルとなってます。いつも取り上げている新規プロジェクトの資金調達額は、だいたい数百万ドルとか、よくて千数百万ドルとかなんですけど、今回セレスティは1億ドルの調達と、桁が違う調達額となってまして、時価総額的にもビッグファンダなのかなと思いますよね。ティアンの価格は現在 6.5 ドル、BTC 建てはプラス 21.8%、時価総額は63位ですね。そこあたりでうまくファンダが出た展開となってますが、モジュラー系にまた火がつくのか注目ですね。あと AI 銘柄の続伸も話題になってます。先日もこのアーティフィカルスーパーインテリジェンスアリアンスを取り上げましたけど、今回全体的に強くなってますね。仮想通貨の AI 銘柄は、米株の AI 銘柄と、相関が強くなりがちですけども、今回アルト市場の上げに反応しているような気もしますね。週間の上げ幅を見ると、ビッテンソール、タオの
上昇が目立ちますね。タウンの価格現在527ドル、BTC 建てはプラス 6.7%、時価総額は32ですね。もうカップを形成してますけども、再度 AT 値更新となるのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。